神社を作るよ。明けましておめでとうございます。みくらです。お正月なので神社を作りますね。場所はお城と商店街エリアの前の半島。ここを整地しておきますね。完成予想図はこんな感じ。各所に建物を建てていきます。整地して参道を作っておきました。素材は滑らかな石と石レンガブロックです。周りを草ブロックにしようか、砂利を引いて玉砂利っぽくしようか、悩み中。参道の先、こちらに拝殿を作る予定なので、土台と階段を作っております。手すりは新双眼レンガの塀とランタンを使用しますね。落ちないように手すりを装飾。石レンガブロック系の土台に、新双眼レンガの塀とランタン、マングローブのフェンスゲートを使います。土台を作りました。これから拝殿を作るので、拝殿の大きさに合わせて、後で土台を広げますね。シュルームライトで光源を置いて、頭皮のトラップドアで隠します。柱は赤いテラコッタです。ちなみに拝殿は、参拝の時にみんながお賽銭を入れるところ、神様がいる本殿の前にある、お祈りするための建物です。七五三のちびっこがよくシャカシャカされているあそこです。メインの建物なので試行錯誤しながら作っています。中央だけ幅7ブロック。それ以外の場所は、すべて幅5ブロックで作りました。柱の高さは10ブロックです。拝殿の後ろに来ました。後ろには廊下で繋がった本殿が来るので、合わせて柱を作っておきます。このくらいの大きさにしました。拝殿よりも少し小さいサイズ。作りは拝殿とほぼ一緒で、中央以外は幅5ブロックです。赤いテラコッタと、頭皮の木材を使って床を張ります。床を張り終わりました。これから壁を作りますね。ちょっと大きい建築なので、頑丈そうなクォーツを素材にします。装飾に階段、窓に竹のトラップドアを使います。他の場所も同様に作りますね。全面作りました。正面だけは装飾を変えてみようかな。お賽銭箱があるあたりです。葉っぱと竹のフェンスゲートを使って、他の窓よりも見通しのいい感じにします。一旦装飾してみますね。お賽銭箱と鈴を作ります。ガラガラするあれです。お賽銭箱は旗織り機と頭皮のトラップドアを、鈴は金と鎖で作ります。お花も植えておこう。トラップドアで開き戸っぽくしておきますね。本殿手前のこちらの空間を装飾します。ちなみに本殿は、神様が住んでいるところなので、何も作りません。実際に神社の中でシャカシャカしてもらうときも、本的にこの辺りまでしか見ることができないので、こちらの内装をがっつり作ります。本当は中央に鏡があるのですが、マイクラでそれっぽく神々しい、ビーコンで代用しています。周りをお花で飾ります。そういえば YouTube のチャンネル登録者数が、1000人を超えておりました。いつもご覧いただきありがとうございます。たくさんの方に見ていただけるような、建築をすることを目標にしているので、とっても嬉しいです。今年も週1回、のんびり投稿しようと思っているので、今年もよろしくお願いします。道場や能の舞台など、マニアックなものも思いついたら作ってしまうのですが、こんな動画も見てくださる、気のいい方がたくさんいらっしゃってありがたいです。コメントも私の日々の建築欲のガソリンになっております。いつもありがとうございます。拝殿の内装も作っておきました。完成した内装はこんな感じ。幣殿周辺の装飾を足したり、ご神道っぽい刀を置いてみたりしました。拝殿の資料が少なかったので、
親戚の結婚式の写真を引っ張り出して参考資料にしました。内装が完成したので、外装作りに戻ります。オーク系のブロックを使って、タルキを作ります。タルキをぐるりと一周囲みました。これから屋根を作ります。素材は深層岩レンガ系のブロックです。上まで作るとこんな感じ。だんだんと高さが高くなる感じにしました。伸ばしておきました。端っこだけ縁取るように、高さを出します。一番上は深層岩レンガの塀にしとこ。大きな神社の屋根は、ちょっと豪華なイメージなので、屋根をもりもり装飾します。いい音。このくらいの大きさでいいかな？タルキの上も見えないように、屋根を増やしますね。大きな神社の屋根裏の壁は、豪華に彫刻されているものも多いのですが、マイクラで再現するのは限界があるので、彫刻っぽいものは作りません。葉っぱブロックなどを組み合わせてそれっぽくしてみました。どうかな？拝殿の前、参道周りを装飾しておきました。ここは絵馬やおみくじをくくるところ。この神社は絵馬が人気みたいですね。さらに奥に進むと、狛犬さんたちがいます。この神社を守っているらしいです。かわいい。西側のスペースに空きがあるので、道を作っておきました。大きい神社には、よく他の神社が併設してあることが多いので、この神社も道の奥に稲荷神社を作ります。そちらに続く鳥居を作りますね。稲荷神社独特の1000本鳥居、好き。どうかな？たくさん作ってこんな感じになりました。ランタンが多いと眩しかったので、ところどころの鳥居はランタンなしです。右側には池を作っておきました。サトウキビがお気に入り。真ん中には祠っぽいものもあります。中央の神社側はオークと桜の木。稲荷神社側の周りは頭皮の木を植えて、雰囲気が変わる感じにしてみました。この先に小さな空きスペースがあるので、そちらに稲荷神社を作りますね。中央の神社とは素材を変えて、柱は樹皮を剥いだマングローブの木を使っています。こんな感じになりました。作りは中央の神社を小さくした感じなので全カットです。使うブロックは変えておりますが、形は似せております。こちらは狛犬じゃなくて狐さんがいるよ。神社が2つあって呼び分けがややこしいので、中央の神社を桜神社、西の稲荷神社を桜稲荷神社と呼びますね。桜神社の東側の土地には祭館を作ります。神事の時に使われる場所ですが、内装なんてさっぱりわからないので、イメージです。頭皮と雪ブロックベースの建物にしました。周りも装飾したら祭館の完成です。ちょっと隠れた感じに出来上がって、お気に入り。マングローブ系の素材を使って鳥居を作ります。ここは2番目の鳥居になる予定なので、2の鳥居です。フェンスも使って、小さいけど複雑な鳥居にできたかな？後でもう一つの鳥居、1の鳥居を作る予定です。鳥居を作ると、本当の神社っぽく見えてきて、嬉しいです。今度は桜神社の東に来ました。こちらにはご神木を作ろうと思います。桜神社なので桜の木にしようとは思っているのですが、周りの桜とちょっと変えて、枝部分は頭皮の木です。暗いからランタンつけとこ。ご神木なので周りを柵で囲んで、白い旗を使ってシデを作ります。シデはご神木によくついている。白いひらひらした紙です。神聖な場所にあるやつ。桜のご神木の完成です。高さは建物よりも低くしましたが、そこそこ存在感があっていい感じ。2の鳥居の手前、南側の建築をします。ここには授与所を作ります。お守りやおみくじ、絵馬を授与するところです。窓口を4カ所作ったので、それぞれの場所に村人さんを雇いました。これでお正月に和風建築村の
村人さんたちが押し寄せても、大丈夫。授与所が完成しました。カラフルな絵馬が人気らしいです。お迎え、鳥居の近くには社務所を作ります。神主さんたちの事務所で、ご朱印ください、と言うと、大抵ここから専用の人が出てきます。さらに南に待合所を作ります。私の地元の神社では、お正月に待合所の前で甘酒を配っていました。季節に合わせてそういった装飾ができるように、前のスペースを空けておきます。待合所ができました。壁は作っていませんが寒そうだったので、板ガラスで風が入ってこない感じにしてみました。お向かいに手水車を作ります。大きさはこれくらいでいいかな？手水車が完成しました。シンプルな作りでこんな感じです。サンゴで飾ってみました。さらに手前、湖に1の鳥居を作りました。村人さんはここを通って、境内に入ります。これで神社のすべてが完成です。ようやく神社が完成したので、無事にお参りすることができそうです。最後に実際に歩いてみますね。和風建築村からはボートで向かいます。ボートの運転、未だに下手くそ。無事に着きました。はじめに、お正月だし神社作ろう、と思った時は、神社の建物一つだけ作ろうと思っていたのですが、せっかくなら、あれも、これも、と考えているうちに、最終的に7つの建物、鳥居などを含めると10件以上の建造物を建てることとなり、リアルで10日くらいかかる建築となってしまいました。今年は思いついたものをどんどん作ってしまう癖を、直すことを目標にしようと思います。村人さん多いな。待合所のベッド製ベンチが気に入ったみたいです。こちらにあるお守りも欲しいので、帰りに寄ってみようかな。まがまがしい。神社がだんだん完成していくにつれて、自分で作っているものとはいえ、参道の真ん中は歩きづらくなっていきました。神社の歩き方のマナーは日本人の DNA に組み込まれているのかもしれません。ここから分かれ道ですが、まずは東側から行ってみようかな。こちらがご神木。桜神社の大きな桜の木です。場所は端っこですがそこそこ存在感があって、気に入っています。分かれ道に戻ってきました。今度は西側。千本鳥居を抜けて桜稲荷神社に向かいます。池の祠もお気に入り。お城からもよく見えると思います。まずは手水車で手のお清めをして、稲荷神社の狐さんたちにご挨拶。お賽銭とガラガラしとこ。分かれ道に戻ってきました。いよいよ拝殿に向かいます。この絵馬の道がカラフルで気に入っています。狛犬さんたちもちゃんと見守ってくれているみたいです。最後に拝殿の中も見てみますね。他の建物もそうですが、できるだけごちゃごちゃさせていない。実際の神社に近い作りだと思います。最後に前景をご紹介。最後までご覧いただきありがとうございます。いかがでしたでしょうか？これで無事に参拝を終えて、今年も過ごすことができそうです。次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。